今回の産業まとめ。トランプ氏再び登場。毒舌展開。防衛分担金交渉は最終的に韓国の勝利。熱狂。以前ほどでは、米国の前大統領トランプ氏は、ノースカロライナ州の共和党州大会に登場し、90分にもわたるスピーチで支持者たちに呼びかけました。バイデン政権への批判から選挙の投票不正問題、様々な外交や経済問題で持論を展開。自身のワクチン政策の成功についても語りました。国際問題について触れる中で、中国が米国に10兆ドルの賠償金を支払うべきだと主張。他の国は中国が賠償金を支払うまで中国への借金を無視すべきだとして拍手喝采を浴びました。また、北朝鮮の金正恩とは仲良くした。バイデンは金正恩に好かれていないから話もできないと批判しています。韓国との防衛分担金については少なすぎると指摘。最終的には月ごとに交渉すべきだったとし、現在の5倍以上の年間50億ドルが妥当だとしています。バイデン大統領に代わって最終的にわずかな上昇に抑えた韓国側に対して、彼らは素晴らしい交渉人だとしながらも、我々は利用されていると不満を漏らしました。あなたは私たちにお金を払わない。なぜ我々があなたを守るのか？我々のテレビ事業を奪い、船を作り、すべてを作り、大儲けしている。それなのに軍事的な保護のために我々にお金を払わず、我々は敵対的な国からあなたを非常によく守っている。なぜ払わないと交渉の内幕を明かしました。トランプ氏は先月自身のブログを開設しましたが、思ったより反応が鈍かったため、閉鎖しました。今回のスピーチでは控えめな発言に終始したこともあってか、反応も今一つだったようです。編集書簡。今回の概要。どうしてトランプ氏好きですか？勝利目前だった韓国との交渉。不正選挙とまだ戦う？日本の保守層にもなぜか人気のあるトランプ氏。安倍前首相と仲が良かったからか、排外的で保守的な発言が好きなのか。中国問題を取り上げ、それを世界的な問題にまで持ち上げたことについては評価します。また、裏表の少ない率直な発言は日本政府としてはやりやすかったでしょうね。私が評価するのはその2つくらい。その直線的で偏った物事の進め方はある意味世界に混乱をもたらしていますよね。それは否定的な側面と思います。発言や考え方が極端なので、一定数の支持は得られますが、反発も非常に強く、米国のトップとしては疑問符をつけざるを得ませんね。まあ、私は4年でお腹いっぱいです。バイデン大統領が良いというわけではないけど、もう4年は疲れるかな。また大統領選挙に挑戦するなんて声も囁かれていますが、それならもっと若い人に譲ってほしいですね。個人的には。今回のスピーチは FOX ニュースで公開されています。時々声が小さくて何言ってるかわからないシーンがあったけど、本当によく喋るね。内容については嘘か本当か一つ一つ検証はしてないけど、まあなんだかなって感じですね。相変わらず。たくさんの人が批判されていますけど、その人たちも大いに反論はあるでしょう。アジア諸国については冒頭でも挙げていますが、中国、北朝鮮、韓国について触れられています。日本については一言もありません。北朝鮮については特に批判せず、自身の功績とバイデン政権批判の材料として使っただけ。中国については未だにチャイニーズバイラスと主張して、責任を取れと言っていましたね。面白いかもだけど非現実的すぎる。10兆ドル払えが今回のスピーチで一番盛り上がったけどね。そりゃウケるでしょうが。韓国については、多分支持者たちの中ではどうでもいい問題の一つなんだろうけど、県官の人たちにはウケる内容だったと思います。自分たちの保護下で米国からテレビやら船やら産業を盗みまくって大儲けしてるのに、防衛分担金がこれっぽっちか？少なすぎるから交渉したんだってね。これは下手したら日本にも同じ言葉が向けられるかもだけど、5年ごとに交渉とかふざけすぎ。当然毎月交渉だろ、とか、毎月交渉はさすがに人件費かかるしだるすぎると思いますけどね。韓国側はトランプ氏が再選しないことを祈って交渉を決裂させ続け、結局はわずかな上昇に抑えたので、バイデン政権の無能を示す意味で韓国の勝利と賛辞を送りました。トランプ氏は、
韓国はもう少しで折れるところだったのに、と言っていますが、それが本当かどうかは定かではない。もう少しって感じじゃなかったと思うけどね。ただ、トランプ氏が再選していたら5倍にはならなかったでしょうが、大幅アップになっていたでしょう。それでもせいぜい前回と同じ10数%でしょうね。これも決して小さくはないけどね。そういう意味ではよくやったよ。道半ばになったけど。日本については安倍前首相も菅首相も、関連するワードも一切出てきませんでした。まあバイデン政権の日本政策については特に批判はないんでしょう。日本でも保守の人たちの間では選挙の不正について囁かれているのは知っています。今回選挙関係の発言も多かったのでそれについて一言。トランプ氏や支持者らの指摘が正しいかどうかはわかりません。毎回こういう不正があったという陰謀論めいたものは出てきますからね。トランプ氏が当選した時もロシアが支援したとか、言い出して信じ出したらキリがない。どれが本当の本当か誰にもわからない。米国大統領選挙というのは、そうした陰謀論や不正にも打ち勝ってこそ勝利というわけで、そういう総合的な意味ではトランプ氏は敗れた。もしクリーンだったら、毎回クレームはつけられるのでその過程は不要だということです。資金を集められず、勢力を結集できなかったら負け。米国が求める強い大統領像というのはそういうものなんじゃないかと思います。今回トランプ氏はそれになりきれなかった。そう理解しています。別に不正してでも勝てとか、米国の選挙が不正まみれでお話にならないとかは思っていません。トランプさん元気そうだね。しょんぼりしてるんじゃないかと思ったよ。まあ、自分のブログが不発で不機嫌だったらしいからね。あれってそんなに不評だったの？見てないけど。反応が薄かったらしいよ。そりゃあツイッターの8800万フォローとかと比べるとね、全然つまんないんじゃない。そんなにいたんだ。すごいね。私たちも頑張らなきゃ。まあでももう大統領じゃないからね。外のメディアで大勢を集めるのは簡単じゃないよ。国外の人も集まらないだろうし。そのページまだある？ちょっと見てみたいな。あ、もう削除されて抜け殻しかないよ。連絡先登録フォームだけになってる。そうなんだ。残念。亡くなる前に見たかったな。私も全然見てない。そもそもそれほどニュースにはならなかったし、私も見ないくらいの人数だったってことだよ。多分日本人で見に行った人も少ないんじゃないかな。国内メディアもほとんど取り上げなかったし。そうなんだ。これからどうするんだろうね。Facebook は2年間停止だから、その後に復活できるかもしれないらしいよ。かもしれないなんだ。絶対ではないんだ。また荒れた発言するかもだからじゃない。ザッカーバーグを左翼と手を組んだと批判してたよ。Twitter はどうなの？復活できないの？ Twitter は永久停止だから、復活はないんじゃない？だったらどれならいいんだろうね。インスタもダメでしょ？中国のウェイボーとかいいんじゃないかな。あ、登録させてもらえないか。中国って、作っても投稿できなさそうだよね。いきなり過激発言して。どこかないのかな？人が多くてトランプさんが入れそうなところ。インドの空なんていいかも。ひよこマークの。そんなのあるんだ。インドならいいかもね。人口多いから。うん、でもインドで人気者になれるかどうかは微妙だよ。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。スピーチが上手い人ってある程度尊敬するな。トランプ氏みたいな。うん。私はあらかじめ念入りに原稿を決めて、それを見ながらスピーチするのなら上手に話せるんだよ。棒読みじゃなく、結構いい感じでね。練習では読んでる感かなりあるけど。そんなはずないよ。今は上達したよ。そう、なんかなかなか治りそうな感じじゃないけど。そういえば朝の情報番組で、カメラから微妙にずれた目線で話す女性アナウンサーがいるの。多分カメラの隣の原稿を読んでるんだと思うけど、気になって仕方がないよ。カメラ見てますよって風を装ってるから。ああ、某局の朝の番組の人ね。そうそう。私は人のことは言えないけどね。私がアナウンサーになったらきっとそうなっちゃうから。はは、同類なんだ。だけど私はね、人見知りはしないんだよ。仕事関係の初対面の人とか、
目上の人にも普通に楽しくお話できるし。それは、そんなに特別って感じでもないんじゃないかな。でも気軽に話せる人と話しにくい人っているよね。何が違うんだろうね。相手の威圧感なのかな。初対面ではなく、ある程度知ってからそれが発覚するよね。そうなの？第一印象みたいなものじゃなくて？この人、気軽に話せないタイプの人じゃないか。それ遅くない？ゆるりんは気軽に話せるタイプの方だよ。よかったね。むしろそんなにいるの？気軽に話せない人。でもなんでだろ。ゆるりんと話してると時々眠くなっちゃうんだよね。声が低めで話が難しいからでしょ。きっと癒されるからだよ。とってつけのよいしょありがとう。